なぜかいつも同じような問題に巻き込まれてしまう。どれだけ頑張っても報われない。人間関係がうまくいかない。実はそれ偶然ではなく、ある意識の状態が関係しているのかもしれません。今日はアメリカの精神科医ホーキンズ博士が提唱した意識のマップをもとに、意識の状態によって見える世界がどう変わるかについてお話しします。今回の動画では前半で意識のマップ、レベルの解説、後半で意識レベルを上げる方法をご紹介します。意識のレベルとは何か。私たちの意識にはレベルがあります。そしてレベルによって出会う出来事、人間関係、感じる感情、世界の見え方、すべてが変わってくるのです。ホーキンズ博士はこの意識の段階を17段階に分けて意識のマップとしてまとめました。ネガティブな意識レベル、フォースの世界。恥。生物にとって最も低いエネルギーレベルの状態が恥を感じている状態です。自分の存在、それ自体が恥だ。私みたいな恥さらしは消えた方がまし。この時最も自ら命を絶つ危険性が高いため要注意です。罪悪感。生物としてエネルギーレベルが低い状態の一つが罪悪感を感じている時です。私は悪いことをしてしまった悪人。取り返しのつかない悪いことをしてしまった。無意識にある罪悪感は心身症や事故、また自ら命を絶つ行為につながりやすいそうです。無力感。希望を失った絶望状態。生きるエネルギーに欠け、この世界や未来が灰色に見えます。このレベルにいると、目は物を追うこともやめ、提供された食事を飲み込むエネルギーさえない状態です。まさに絶望の状態です。悲しみ。無力感から深い悲しみにエネルギーレベルが上がると、精神患者は急に泣き始めます。それは回復に向かっているサインです。恐怖。この段階から少しエネルギーが出てきます。危険に対して恐怖を抱くことは生物として健全な状態です。猿は集団内の序列の上位になりたがる。負け組に転落するのが怖い。勝ち組になりたいっていう状態です。世界人口の 85% は意識レベル200以下ですが、恐怖と欲望で生きている割合が高いと言われています。危険を避けたい恐怖と次のレベルの欲望が多くの人類にとって動く原動力となっているのです。これをしないと不幸になるなど恐怖を煽るマーケティングがたくさんありますが、これは恐怖の人に刺さるマーケティングなのです。欲望。このレベルではさらに多くのエネルギーが出てきます。欲望は原動力の一つでもあり、意識のより高いレベルへの飛び込み台ともなります。ただし、欲望は絶えず何らかの目的に向かうエネルギーのため、もっともっととキリがない特徴があります。そのため、欲望の意識レベルで生きている限り、心が満たされ、幸せを感じられるのは、欲しいものを手にした一瞬だけ。いつも枯渇した心理状態になりがちです。いくら何を手にしても、心が満たされることがありません。幸せになりたいなら、物、お金、名誉などだけでなく、意識レベルを上げる必要があるのです。意識レベルが上がるにつれて、生きる上での原動力が変わっていくことになり、心が満たされた状態で生きていけるようになっていきます。怒り。怒りは創造と破壊の両方に通じています。欲しいという欲が湧いてきて、
エネルギーレベルが上がった状態ですが、欲しいけれど手に入らないというストレスがある欲求不満の状態で、怒りの状態にもなっていきます。この欲しいのに手に入らないという怒りのエネルギーをプラスに変えると、もっと頑張ろうという想像につながっていき、マイナスに使うと社会が間違っている、何々さんのせいだ、など破滅につながっていきます。こうなりたいっていう理想はあるけど、全然ダメな現実があり、理想と現実のギャップの中でいつもイライラしながら生きることになります。プライド。一般にはプライドはプラスに評価されていて、社会的にも推奨されています。しかし200以下のネガティブな意識レベルなんです。なぜなら、プライド以下の意識レベルと比較した優越感に浸るものに過ぎないからです。もっと意識レベルが低い人たち、恥や無力感、恐怖など意識レベルで生きている人たちを見下して、私の方が上、私は偉い、私はすごい、私は他の人と違うんだ。そう他人を見下しながら優越感に浸る状態です。そしてプライドが高いからこそ自分は正しい、自分は間違っていないと思考する特徴があり、自分が正しいと考えるため、自分とは違う意見や価値観を持つ人と対立してしまう特徴があります。だから人間関係のトラブルも多いんです。自分は正しいと感じられるからこそ、なんで私が変わらなければいけないの？間違ってるのは他人や社会だろう。他人や社会が変わるべきだ。と他人のせいにしがちで、他人のせいにしてばかりで自分を改善しないため、意識レベルを上げることができない。世界人口 85% がネガティブな意識レベルにとどまっている大きな理由の一つがプライドなんです。そして多くの人は生涯5ポイント程度しか意識レベルが上がらないそうです。その原因もプライドが自分改善の取り組みを阻むからです。ここまでがネガティブな意識レベル、フォースのレベルです。ポジティブな意識レベル、パワーの世界。次からは200以上のポジティブな意識レベル、パワーのレベルです。勇気。生きることに対してネガティブかポジティブかを分ける限界点です。勇気のレベルにおいて初めてパワーが到来します。様々な能力が生まれるレベルで探求、達成、忍耐力、決断力の領域です。200以下だとこの世界や自分の人生は絶望的なもの、悲しいもの、恐ろしいもの、腹立たしいものに見えますが、勇気のレベルでは、この世界や人生が面白くて挑戦的で刺激的なものに見えてきます。よって勇気のレベルになると人生の土台、ベースがポジティブに変わり始めます。中立。低い意識レベルでは物事を白黒分けて思い込みのままこれは悪い、これは良いと決めつける傾向がありますが、250の中立の意識レベルに上がると物事を中立的に見ることができるようになってきます。対立や競争、罪悪感にとらわれることもなくなり、人間関係ではトラブルが減り始め、また私の人生はこうなるべきだ、こうなりたいということにとらわれなくなるため、自分の思い通りにならないことに対する苛立ちは経験しなくなります。よって感情の浮き沈みやメンタルが安定してくる意識レベルです。意欲。意欲のレベルにいる人は社会を築く貢献者です。逆境から立ち直り、経験から学び、自己修正できる傾向があります。非常にポジティブで、すでにプライドは手放しているため、謙虚に学ぶ意欲もあるからこそ、さらに上のレベルへの入り口になる段階です。需要。200未満の意識レベルの世界は、他人のせいにする多責の世界であり、自分は無力な被害者だと感じる世界ですが、このレベルになると、
自分がすべての根源である、自分が人生を作っているという感覚に変わり始めます。実は自分の人生を作り出しているのは自分自身だった。他人のせいではなかったんだ。自分が変わることで自分の人生が変わっていくんだ。そのように自分の人生を受け入れることができるようになります。理性。低いレベルの感情を超越できると、真っ先に現れるのが知性と合理性です。現実的に合理的に物事を捉えることができるようになります。恋愛、結婚、仕事、お金。何をやるにも合理的に取り組めるため、結果が出しやすくなり、社会的成功者と言われるようになるレベルです。偶然うまくいってお金が入ってきたけど、その後、破滅、自滅していくのではなく、長年社会の中で活躍し続けている世の中の成功者と言われる人たちは、この意識レベル以上であることが多いようです。このレベルの人は世界人口の 8%、100人いたら8人ぐらいが理性のレベルです。理性では知性や合理性を重視するため、科学を重視します。現代科学ではまだ観測ができない未科学の領域となると、次の領域の愛の意識レベルになる足かせにもなります。理性以上の意識レベルの人は世界人口の 4% くらいしかいないそうです。愛するレベルであり、この世界を愛する、世界に対して許し、サポートする意識状態で、その動機の純粋さゆえに、他の人たちのエネルギーレベルを引き上げるなど、愛には極めて大きいパワーがあります。そして理性を使わなくても、問題全体を認識する能力、優れた直感力が生まれます。これってこのチャンネルでもたびたび登場する、右脳が優位になると直感がお腹から上がってくるので、すべてを直感に任せるというものと同じものを感じますね。喜び。愛がますます無条件の愛に変わるにつれて、内側から喜びが湧き出ることを経験することになります。これも右脳優位の状態と同じですよね。思考が止まって意識を身体に向けていると、何がなくても幸せになるっていうことと似ている感じがします。このレベルに達する人は世界人口のおよそ 0.4% だそうです。ただ、この研究は今から20年以上前なので、今はもっと増えているかもしれません。このレベルの人は特定の人のためだけでなく、生命そのもののために意識を使う願望があります。なんか、ネドジュンさんのことのようですね。平和。超越、神意識と呼ばれる状態です。このレベルに達した人は、主観と客観の区別がなくなり、至福の状態が連続して起きています。600とそれ以上のレベルでは、時間と空間がスローモーションのように感じられ、じっと固定しているものはなく、すべてが生き生きと輝いていて、もはやその気づきは理屈では説明できないため、思考することをやめ、永遠の静寂が訪れます。すべてと一体となり、ワンネス状態になります。これも思考が消えたネドジュンさんをイメージさせますね。悟り。悟りの意識レベルは、イエス・キリストやブッダなど、歴史上の各者と呼ばれる方のレベルで、すべての神意識とつながっています。すべての時間軸と個性を超越するものです。私という肉体的区別はもはや存在せず、自分という存在の運命にも
全く関心を持ちません。完全なるワンネスのレベルであり、人類が到達できる最高の意識レベルです。意識レベルによって体験する現実が変わる。低い意識レベルで起こりやすいこと、現実が思い通りにいかない、願いが叶いにくい、頑張ってもうまくいかない世界を体験する、心身の病気になりやすい、他人や環境に怒りや悲しみを感じることが多い、他人の批判を恐れて言いたいことややりたいことを選択できにくいが、それでも人間関係がうまくいかない。攻撃的、批判的な人の多い環境を無意識に選ぶ。生きることに重たさを感じる。直感ではなく思考で物事を解決しようとする。一方、高い意識レベルで起こりやすいこと、現実がうまくいく、願いがスムーズに叶いやすい、頑張らなくても不思議とうまくいく世界を体験する、心身ともに健康でいられる、他人や環境に感謝や幸福感を感じることが多い、何がなくても幸せで、内側から感謝や愛が湧き上がってくる。いつも周りに応援してくれる人や味方になってくれる人がいる。問題が勝手に解決される。直感がさえ、直感に従って行動すると物事がスムーズに進む。パワーの世界と右脳シフト。私、これ見たとき思ったんです。あれ？パワーという意識レベルが高い状態で体験する世界って、右脳シフトした後の体験と似てないって。ネドシュンさんの左脳から右脳へ脳神経回路が切り替わった状態は、この意識マップの中で何段階か一気に上がった状態なのではないでしょうか。私たちはネドシュンさんのような思考がなくなる状態を目指していますが、そこまで到達していなくても、ワークを続ける中でこんな声をよくいただきます。気分が良くなりました。トラブルが減りました。体調が良くなってきました。自然に感謝が湧き出てきました。思わぬ形で願いが叶い始めました。つまり、ネドシュンさんのように一気にレベルが上がらなくても、右脳ワークを行うことで少しずつ一歩一歩意識レベルが高まっているということなのではないでしょうか。右脳ワークは意識レベルを上げる練習だった。右脳ワークを習慣にすることで気分が良くなったり、トラブルが減ったり、自然と現実がスムーズに回り始めたりする。これはつまり意識レベルが上がっているということ。たとえ思考が完全に止まらなくても、思考を鎮めて身体に意識を向けるだけで、私たちは確実により高い意識レベルへ幸せで満たされた状態に近づいているのです。なので思考が止まらないことに焦るより、ゆっくりとしたその変化を楽しんでいただけたらと思うのです。ちなみに多くの人は生涯5ポイント程度しか意識レベルが上がらないそうです。5ポイントぐらいではおそらくあまり変化を感じられないのではないでしょうか。すでに変化を感じている方はそれだけですごいのです。あなたの幸せはあなたのためだけではない。高い意識レベルを持つ人は共感、愛、平和といった感情を周囲に広げ、周りの人々の意識レベルを向上させる力を持っていると言われています。自己の成長だけでなく、周囲や環境や社会全体に対してもポジティブな影響を与えるそうです。あなたが幸せになることにより、世界が幸せになる。一緒に意識レベルを高める右脳ワークを
続けていきましょう。このチャンネルでは、右脳ワークという動画を朝と夜時間限定配信しています。意識を身体へ向ける時間の習慣化の一助としてご活用ください。最後に、右脳ワークの一番の王道であるエレベーター呼吸を行っていきましょう。楽な体勢でゆったりと呼吸をします。吸ってお腹がふわっと膨らみ、吐いてお腹が薄くなる様子を感じる。吸ってふわっと膨らむ。吐いて肩首の力をスーッと緩め、体の内側に丸い円盤、コインのようなものをイメージして、そのコインが呼吸に合わせて体の内側を下がったり上がったりするイメージを行います。吸って吐いて下がったり上がったり、まるでエレベーターの床のように呼吸に合わせて下がったり上がったり、その円盤は喉元からお腹の底まで下がったり上がったり、吸って吐いてその円盤は体の内側の大きさに合わせて喉元のあたりにあった円盤は下に下がるにつれてだんだんと大きくなり、体の内側をズリ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 と刺激しながら動いていく。お腹の底まで来たらお腹の底をトンと刺激してからポンと上がっていくイメージを行う。吸って吐いてスーッと下がりスーッと上がっていく。その丸い円盤は背骨を通るようにスーッと下がりスーッと上がる。背骨周りの自律神経も刺激しながらこの円盤が体の内側を動いていくイメージをすることによって体の神経が刺激され
体の神経を通っているこの世のすべての情報につながっている情報ネットワークをつながることができます。また細胞からの深い愛、安心感も内側から上がってきます。ゆったりとした気持ちでしばらくこのエレベーターの床が動くイメージを続けてください。